一つ床に休めばいかなる市議になるか。男女の交わりがどのようなことかそなたは知らん。教えてくだされば従いまする。無謀なお方だ。なぜ無謀なのですか。関白の娘でもただの女子に過ぎません。眠り京次郎だな。神尾清十郎の娘ちって父の敵覚悟。神尾清十郎、覚えはない。この後に及んで卑怯な。昨年11月7日夜、谷中天王寺裏門前において手にかけた。覚えがないと言わせ。私ではない。千殿、たぶらかされてはなりませんぞ。先生の敵はこやつにそういうことだ。眠り教師を勝負。もう一度言う。私ではない。問答みよ。女性にしては優れてるが、その腕では私は切れん。己より優れた剣に習いし倒れようと悔いはない。たとえ人違いであろうとも。口惜しい。また一人自分に近づいた女が死んでいった。京四郎は我が身の生まれながらに背負ってきた黒い宿命をまざまざと思い知らされたのである。
恐怖明月の下、沈水観をなさず、猛奇難によってか三千、剣なって小栄寒し。思ったよりいい字を書くな。剣なって小栄寒しか。鎌倉松ヶ丘東慶寺、世上縁切り寺として聞こえるこの尼寺のうちに、美穂代は京四郎との宿命を呪いもせず我が身を閉じ込めていた。院大様、どなたがこれを？江戸を押し上げ、龍正寺のご十字様のお使いがこっそりあなたに渡してくれるようにとのことでした。まあ、空念様が。書いたお方には内緒とのこと。そのつもりで。恐怖明月の下、京四郎様。姫。姫を。瀬川殿、こちらです。おう。すいません。近くにいるはずだ。私を助けてください。私は関白の娘、陽子。助けてほしいのです。そなたの住まいは？連れて行ってください。さあ。京にいれば私は門跡にならねばなりませんでした。尼になると思っただけでもぞっとするほど嫌で嫌で、その私に同情した三味の中将久我忠成がこっそり江戸へ逃がしてくれたのです。私は踊り出したいほど喜んでこの江戸に来ましたが、久我の同情の裏には思いもよらぬひどい企みがあったのです。私は尼にさせぬ代わりに八代主馬之助を通じて将軍家の瞳悟空に差し出すことでした。私は今日初めてその企みを知り、何としてでも逃げねばと決心し、今日よりついてきた友に打ち明けました。先ほど死んでいったあの男が。私にはもう頼る者は誰もおりません。私はここへ住まわせてもらいます。ならん。関白の姫の住まうところではない。身分を捨てればそれで済むことです。それに
ここを出てどこへ行けというのです。夜も更けた。その宿で休むがよい。そなたはどうするのです？私のことはよい。嫌です。一人で休むのは嫌です。嫌とあらば出て行っていただく。どうあっても姫様を連れ戻さねば苦がただなり生きては京へ帰れんのじゃ。三味の中将様のお命そうやすやすと失わせはいたしません。口はばった言い分ながら八代姫之助の底力のほどお信頼あってゆるゆるとお休み遊ばしますよ。瀬川でございます。姫様のお行方が知れたか？いいえ、その儀につきまして申し上げたいことがございます。入れ。は。姫様を追いかけましたるところ、屋敷近くで一人の浪人者に出会いました。浪人者？この時刻にか？は。黒の着流しにて顔色はあくまでも白く、髪はいささか赤みを帯び、どうも日本人離れをした要望のように見受けましたが。そいつじゃ。姫様をさらったのはその浪人者に違いない。日本人離れのした要望。噂に聞く眠り京四郎かもしれん。眠り京四郎？何者じゃ？ご住職ですね。はい。眠りは京四郎は？京四郎？はい。ああ、あの浪人のことですね。さあ。京四郎、お客人じゃ。女人ではのうて立派なお武家様じゃ。名は？お主直々に言うとおっしゃってじゃ。榊原左近将軍と申す者、名乗らずの訪れお許しくだされ。元お目付が私に何のご用か？お主、陽子姫を拉致したそうじゃな。八代姫之助がお庭番どもを動員してお主の在りかを突き止めるべく教本しているとのこと。必ずや嗅ぎつけるに相違ない。姫を取り返しに来られたのか？いや、守って差し上げるよう頼みに参った。おかくまへ通すことが意に沿わぬなら、なんとか社の手の届かぬところまで逃がしてあげてほしい。それがしの念ずるところはただ一つ。幕閣内に己の権勢の座を広めようと企む社の陰謀を食い止めねばならん。すでに無役のそれがしとて出る幕ではない。しかし上様にはご幼少の頃から20数年おそばについてきた。その上様が権力の具に気をせられ利用されるのを目視しているのは耐え難い。眠り殿、お願いする。それがしの言いたいことはこれだけなのじゃ。幕閣の難のと、私には別世界のこととご承知願おう。
私は生涯妻を持たぬと決めた人間だ。今夜そなたを抱いたことは明日を約束したことではない。私は生涯あなた様の妻でございます。京四郎様。私はもう姫ではありません。そなたと夫婦になればここへ住むのに何の不都合もないはずです。私が嫌いなのですね。私が嫌いだから東慶寺へ行けというのですね。尼になるのが嫌さに今日出てきた私にそなたは縁切り寺へ行けというのですか。私はそなたが好きです。おやすみ願おう。京四郎殿、そなたもここで休まねば嫌です。そなたが一緒に寝てくれなければ私も休みませぬ。一つ床に休めばいかなる市議になるか。男女の交わりがどのようなことかそなたは知らん。教えてくだされば従いまする。無謀なお方だ。なぜ無謀なのですか。関白の娘でもただの女子に過ぎませぬ。陽子一人ぼっちでとても寂しかったんです。京四郎には陽子の涙が蓮母の情だけでないことがはっきりと分かった。陽子もまた孤独に耐え難かったのだ。人間を襲うこの赤涼感、それは京四郎なればこそ理解できるものであった。何者だ。
眠り京四郎殿を相手にお庭番ごときを差し向けるのは非礼の沙汰。拙者は平名鉄心。先日相果てた神尾千世は兄の娘。それがしが手を取って剣を仕込んだ。千世の申しを晴らすためにお相手願いたい。場所は選ばせていただこう。京四郎。私はこれから尼寺へ行く。己の差し量は血ぬらせたくはない。ただし降りかかる火の粉は払う。手負いだぞ。姫、出てはならん。このか。
江戸押上龍正寺空年和尚より急死をもってお願い申し上げた女性をお連れいたした。院大様より伺っております。ここでお受けいたします。入られい。そなたも一緒に。さあどうぞ。嫌です。そなたの口から私を尼にさせぬと約束してもろてほしい。そのことは空年和尚に申し伝えてある。でもそなた直々ほんの少しの間逗留するだけだということをはっきりと申し上げてください。願いまする。眠り京四郎殿ですね。姫様のこと万事お引き受けいたしまする。お願いつかまつる。京四郎様。眠り殿、見ればお怪我をなさっておいでのご様子、暫時ご休息なされるがよろしかろう。尼寺のこととておもてなしの用意は何一つありませぬが、患う人に差し上げるお薬だけは備えてあります。お許しが出たではありませぬか。さあよう。さあ。あちらの暗室にご案内なさい。はい、どうぞ。院大殿、京四郎様にもう一度会えますか。京四郎様、無断で立ち去ってはなりませぬえ。美穂よ。
美穂代殿、京四郎殿はお帰りですか？京四郎殿はお帰りですか？京四郎様がここにいらした。眠り殿はなぜ会わずに行っておしまいになったのであろう。京四郎様、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 京四郎三味の中将、久我隣の申し入れが聞かれぬと申すのか。さようでございます。女人救済の寺として勅許を賜っております。連綿として続いてまいりましたこの定めを覆すことのおできになるお方は天下にただお一人、帝様を置いて他にはございませぬ。会いました。なぜすぐに京四郎様のところへ飛んで帰らないのですか？あなたは私と違い、いつでもここを出て行ける身ではありませんか。京四郎様はあなたがこのお寺にいることをご存知で私をここへ連れていらしたのでしょうか。ご存知ないのですか？私は京四郎様のおそばにいてはならぬ女なのでございます。そんなこと、あなたが勝手に一人でそう思い込んでるだけです。八代締之助は貴殿に対する怨恨闇がたく、お庭番をはじめ手だれの浪人どもを雇い入れ襲撃を策しおるとのこと。この際はあえてお外しなさるが得策かと愚行をつかまつる。殺をもって殺を去る。知らず他に死を良くする術を。狐も死する時は丘にこうべすとか。幾何が兵は問わず武器勝ってたるべし。時今夜半伊の下国。ところ西ヶ原御殿山。八代締之助、眠り京四郎殿。これは挑戦状。眠り京四郎、明日のために今日を生きる。
破れればまっすぐに地獄へ落ちるのがふさわしい最後と心得ておる。八代主馬之助、必勝を引きする将ならば姿を現したらどうだ。眠り京四郎、よくここまで来るか。なだめることによって闘争心をかきたてようとの策、見事に功を奏した。
姫様、さあどうぞお入り遊ばします。今日の父上から尼にはせぬと約束してまいりましたゆえ戻ることにしました。それは何より。まあともあれ、さあ。京四郎殿のお怪我は？おかげさまで経過がよろしく、間もなく歩行もできるとのことでございます。よかった。京へお帰りとあらばなおさらのこと、お別れやらお見舞いやらのお言葉を賜りますようお願い申し上げます。陽子は元気に戻ります。京四郎様にもし京に来られるようなことがあったらぜひとも会いに来てくださるようにと一日も早い前科を祈っておりますとお伝えください。姫様、せめて一目でも。京四郎様にぜひ美保代様を呼び戻して差し上げるように、それが陽子の最後の頼みだったと和尚様からくれぐれもお願いしてくださいまし。美保代様？はい。京四郎と美保代、二人を結ぶ絆を断ち再び孤独の地獄に落ちてゆく己の姿を京四郎は見たのである。雨が降る風が吹く花が散る人の命も散ってゆく見知らぬ国の見知らぬ道を俺の孤独な影がゆく
そなたの夫、あまり良い男ではなかったようだな。どうしてそれを。京四郎が目くらになった。切るのはこの時と刺客が狙い賞金稼ぎの刃が迫る。次回眠り京四郎にご期待ください。